こんにちは、TK キャンプです。皆様大変お疲れ様です。それではですね、今回のギア紹介は、ヒルバーグのテント、ウナを紹介させていただきたいと思います。ヒルバーグは頑丈なテントを作ることでとっても有名なメーカーなんですね。で、このヒルバーグのウナも大変人気なテントなんですけれども、だいぶ前に購入して、ほとんどちょっとコレクションとなっていたものを引っ張り出して最近使うようになりましたので、改めてではありますがレビューさせていただきたいと思います。素材はヒルバーグ専用のケルロンという特殊素材を使っていて、カラー展開は3色となっています。緑と赤とサンドですね。で、重量的には、全部組めると 2.2 キロ、最小重量で 1.9 キロと UL テントと呼ぶにはちょっと重たいライト系キャンプテントとなってます。ちなみにパッキング自体はシルナイロン系の素材なので、ポールと別にすればバックパックでも全然持っていけると思います。はい。で、室内最大高100センチで、横がすごく長いんですよね。230ぐらいあるんですけど、実際にはもっと広く感じます。で、高さ100っていうことなんですけど、全然180センチの僕が座っても頭が当たらないぐらいの大きさがありますので、非常にソロテントとしては快適なテントになってます。ダブルウォールのテントになっていて、で、インナーテントだけ取り外すこともできるので、シェルターとしての使い勝手も可能となってます。で、非常に高級なテントメーカーとしても有名なんですけれども、この特殊素材の生地っていうのが、珍しいというか、引き先強度も高く軽いということで、その分高価になっているということです。で、シームシーリングなどはする必要がなくてですね、雨がすごく降った中でもテストしたんですが、雨漏りすることなんていうのは一回もなかったです。こちらが実際に貼った姿なんですけども、2ポールをクロスして立ち上げるという非常に簡単な構造になってます。で、かつインナーテントとかも一体型なので、一緒にですね、立ち上がるので、もうめちゃめちゃ数分で設営できるので、設営がめちゃめちゃ楽です。ウナはコーナーを外せば前室になるので、この辺りを斜めに座るような感じでして、ここを休憩スポットというか前室の活動スポットにしてます。だいぶ広いんでね、重量は2キロぐらいあるので、軽量級のテントの中では重い方なんですけど、この辺りで食事もできますし、ガスヒーターとかも使えるので、雨でも全然困らないなっていう感じを改めて認識してますね。これがなかなか本当の超 UL テントだとこうはいかないので、やっぱり快適ですよね。この日は雨キャンプだったので、室内でおこもりして過ごしてたんですけども、前日が本当に広いので快適に過ごすことができました。ここでちょっと調理なんかもしていきます。はい、ですね、ちょっと小腹が空いたんで、じゃん、鹿児島産の炭火焼きを食べたいと思います。これ湯煎でいけるみたいなんで。とですね、こんな感じでかなりゆったりとテーブルも置けますし、全然調理をしても火床からそのテントの距離もしっかり取れますので、テントに穴を開けちゃったっていう心配もなかったです。それぐらいですね、すごく裏の空間って広いんですよ。なので、もうなんかテントというか UL 系テントに慣れてる方はシェルターに近いなっていう感覚ぐらいすごく広いです。ただ本当に登山で使いたいと思う方は、横幅が逆に広すぎるって思う方もいらっしゃるみたいです。インナーテント横230センチなんですけど、アウターまで入れるともうちょっと広いんじゃないかなっていうぐらい、本当に横が広いんですよね。ソロテントの中で大きく感じると思います。正面から見るとこんな感じですね。コーナーを外してるのを僕はレギュラーにしてて、このアウターも全部開けたり、半分で止めたりとか、いろんなことができるようになってます。で、一番風がない時とかは、ペグダウンも4つで済むので、設営もすごく簡単ですし、風が強い日は、ガイラインがかなり、ペグダウンできるようになっているので、この強風っていうのも、かなり最強に近いんじゃないかなと思います。張り姿もめちゃめちゃかっこいいですよね。ですので、僕がこのウナを使ってる時とかっていうのは、連泊の時とかは結構使ったりしてますね。というのは、1泊2日とかだと UL 系のテントを持って行って、あらかじめ天候が分かってれば、前室がないテントとかでも全然快適に過ごせるんですよね。
ただ連泊だと天気の悪い日だったりとか、風が強い日だったりとか、いろんなシチュエーションが考えられるので、そういう意味ではウナは万能なんですよね。中にはこういったマイナス2度3度と、そんな環境の中でも使いました。アウターの方がこういった風に凍ったりはするんですが、インナーテントがダブルウォールということもあって、結露は全くインナーテントの方はなかったです。ですので、こういうかなり寒い環境下でも使えるように設計されているので、ちょっとこう雪山とかそういうところで使うっていうにも使えるんじゃないかなと思います。はい。で、外が晴れてても寒い時って外には出られないので、こういうふうに前室で朝食を食べたりとか、コーヒーを飲んだりとかができるので、こうすごく寒い環境の中でもウナは使いやすいかなと思います。ちなみにもちろんですが、こういったガスを使うときは、表のアウターの入り口を上げたりとか、アウターの天井をファスナーで開けられたりするので、換気をしっかりしながら使うことをお勧めします。で、またそういう換気ができながら使えるっていうことも安心なので、こういうふうに一酸化炭素チェッカーとかでですね、ちゃんとチェックしながら使う分には、本当にこう外側がシェルターみたいな形で、で、居住空間はインナーテント。それでもだいぶ広いんですけどね。はい。で、分けて使うことができるので、かなり贅沢な空間でキャンプを楽しめるテントと言えるんじゃないでしょうか。ですので、快適系のライト系のテントという意味では、すごく素晴らしいテントっていうことは間違いないと思います。欠点を申し上げるとしたら、やっぱり快適がゆえに収納サイズが少し幽霊系のテントに比べると大きくなるのと、やっぱり重量が2キロぐらいになるので、UL 系のテントに比べると重量が倍ぐらいになると、そういったところがデメリットなんじゃないかなと思います。ただ、これだけの空間があればタープいらずなので、軽量級のテントと軽量級のタープを持っていって、ポールを持っていくということを考えれば、このウナで全部完結してしまうことができるので、そういう意味では、いろんなこうシチュエーションとかが想定されるような連泊だと、最強なテントっていうことは間違いないかなと思います。はい。ということで、今回はヒルバーグのウナのご紹介でした。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。それでは、少しでも良かったなって思っていただけた方は、お手数かと存じますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと大変幸いです。それでは、最後までご覧いただきましてありがとうございました。